皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアが自らの行動によって西側諸国からの強い反発を受けて、より国際的な状況が悪くなっている。それに伴ってウクライナに対する軍事支援はさらに加速していることを皆さんに解説していこうと思います。まず第一に、ここ最近のロシアは国際的な非難を受けるようなことしかしていない状況です。大きな出来事としては、ウクライナ東部南部4つの州を無理やり併合してしまいました。しかしこれはあくまでも一方的な言い分にしか過ぎず、国際的には全く認められるようなことではありません。そしてつい先日は、ウクライナ全土に対するミサイル攻撃を行いました。これも攻撃対象は軍の施設や軍そのものでは全くなく、一般市民や社会インフラに対する攻撃で、多くの一般市民がその犠牲となっています。このような行為も当然のように戦争犯罪だと非難を浴びているところです。それに伴って支援している国々は、より一層ウクライナへの軍事支援を追加する流れとなっています。それは当然のようにロシアにとっては非常に苦しい状況を招くのです。それではまずは国際的な反応から見ていきましょう。ロシアのウクライナ4州併合、無効、決議採択。国連総会即時撤退も。国連総会は12日の緊急特別会合で、ロシアが占領するウクライナ4州で実施したロシア本国への編入の是非を問う住民投票を非難し、その後の併合に向けた手続きを無効だと宣言する決議案を賛成多数で採択した。決議はウクライナ領からのロシア軍の即時撤退も求めている。賛成はアメリカやイギリス、フランスなど143カ国。反対はロシアなど5カ国。ロシアに加えてベラルーシ、シリア、北朝鮮、ニカラグア、中国など35カ国は棄権した。決議は EU 加盟国が中心となって起草し、日本を含む70カ国以上が共同提案国に名を連ねた。決議はロシアがウクライナ東部のドネツク州、ルハンシク州、南部のヘルソン州、ザポリージャ州で9月23から27日に実施した住民投票と称する行為を非難し、その後ロシアが一方的に進めた併合の試みに国際法上の妥当性はないと宣言した。また、すべての国に対し、ロシアによるウクライナの領土の変更を承認しないよう求めている。会合では、ロシア軍が10日11日にウクライナ各地で行った大規模ミサイル攻撃を非難する声も相次いだ。3月の2度の対ロシア非難決議に続き、ロシアのウクライナ侵略と民間人への無差別攻撃を容認しないとする国際社会の強い意志を示した。なお、総会での決議には法的拘束力などは発生しません。しかし、多くの国々が非難決議に賛成したというのは、ロシアにとっては明らかに外交的な敗北を意味します。そして、ロシアによる強引な領土併合宣言、さらにはウクライナの市民に対する無差別攻撃といったものが重なった状態で、各国からウクライナへの軍事支援が続々と発表されることとなりました。特に軍事支援の中で各国力を入れることになったのが、ウクライナの防空体制を強化することです。今回アメリカが発表した軍事支援も、対空システムナサムス8機の供与前倒しを発表しました。このナサムスというのは、戦闘機用の空対空ミサイルを地上発射型にしたものです。戦闘機があって空対空ミサイルを持っている国であれば、ナサムス用に転用することがある程度可能なため、アメリカが発射システムをウクライナに提供すれば、迎撃弾を各国が供与することができます。また、ナサムスだけではなく、対空システムのパトリオットミサイルシステムについても供与するかどうかについて検討の議題に上がっているそうです。イギリスの軍事支援は、先ほども述べたようにナサムスには空対空ミサイルから転用して使用することが可能なので、かなりの数のミサイルを供与することが可能なのだそうです。それに加えてドローンや榴弾砲18門と砲弾供与なども合わせて発表されています。ドイツの軍事支援は対空システムアイリス T の年内供与の予定を前倒しし、ウクライナに早速引き渡しを実施しました。さらに自走榴弾砲パンツァーハービステン2000の追加供与についても検討し、またウクライナから生産発注を受けているものについてもメーカーに対し生産の加速ができないか補助金などを出す話なども出ています。さらに多連装ロケット MLRS の追加供与についても言及しています。ドイツの支援は間違いなく少しずつではあるのですが加速しているところです。ドイツ国内においてドイツファーストの人たちがウクライナ支援をするお金があるぐらいであればドイツ国内で使うべきだといったデモなどが発生しました。しかしこれはあくまでも政治全体の状況から言えばほとんど影響はないと言えるものです。このような
ウクライナに対する支援するぐらいだったら自分の国のために使うべきだといったデモなどは別にドイツだけではなく各国大なり小なり発生しているものです。しかしそれが政治的な大きな動きになっているかといえばそういったわけではありません。選挙が近づいた時にはそうした支援をするぐらいだったら自分たちの国民のために使おうという政党が票を集めることはあるのですが、実際のところ選挙期間以外であればウクライナ支援で多くの国々は基本的な方向は一致しています。そして軍事支援がパタリと止まっていて、ここ最近だとカエサルの供与の話だけが出ていたフランスがここに来て対空ミサイルシステムのクロタルの供与を決定しました。ただしウクライナの希望しているシステムとはまた違ったものだということで、フランスの軍事支援はドイツほど加速している感じはありません。もちろん供与されるとなれば防空網が強化されることは間違いありません。そして NATO ではなく EU それ自体が軍事支援に乗り出すことを発表しています。ウクライナ軍の訓練を行う合同任務部隊の創設を行い、ドイツとポーランドでウクライナ軍兵士1万5000人の訓練を実施することとなりました。これは従来イギリスで行われていく訓練とはまた別枠のもので、ウクライナ軍の底上げを図るものです。次にウクライナ軍にとっては冬装備を完璧にするであろうカナダの軍事支援が発表されました。冬用の防寒装備、帽子、手袋、ブーツ、パーカー、ジャケット50万セットをウクライナ軍に供与すると発表しました。ウクライナ軍の正規軍プラス領土防衛隊の数は合わせれば100万人程度いると考えられていますから、その半分程度に新しく防寒装備が配られるということで、従来あるものと加えて十分な装備が行き渡ることを意味します。そしてスペインの軍事支援でも、こちらも対空ミサイルシステムについてウクライナ軍兵士の訓練を実施しているところです。NATO 加盟各国はロシア軍によるウクライナ全土へのミサイル攻撃を受けて、特にウクライナに対する対空兵器の供与についてかなり本格的に乗り出したと言えるでしょう。もちろん訓練するにも時間がかかりますし、全ての都市を守りきれるほどの数ではありませんが、主要部分を守るだけでもかなり被害を軽減することができます。そしてロシアとの戦いはまだまだ続くぞということから、生産設備の増強についても話が進んでいます。アメリカでは対戦車ミサイルジャベリンの増産が必要だとしてメーカーへの補助金を出し始めました。同じようにしてハイマース用のロケットミサイルについてもやはり今のままだと明らかに生産が追いつかない状況のため、こちらもメーカーに対する生産設備増強を進めてもらうこととなりました。また連日連夜激しい砲撃戦がずっと続くわけですから、155ミリ榴弾砲の砲弾についても今のペースであればあまりにも早く消費するため、こちらも生産設備の強化が図られることとなっています。そして意外な国に兵器の発注が出ています。これはチェコ初のニュースなのですが、携帯式対空ミサイルスティンガーも供給不足であるという話から、アメリカは韓国の携帯式対空ミサイルを4500億円分購入する、そのような話が出ているそうです。これはお金の出元はアメリカで、チェコが代理購入し、そしてチェコがウクライナに供与するという迂回支援です。これは韓国自身が直接的にウクライナに兵器を販売することに後ろ向きなためにチェコが買うという形式を取るんだそうです。このあたり実際本当かどうかはわかりませんが、似たような話でカナダが榴弾砲の砲弾をウクライナに供与する際に生産が追いつかないと考えて韓国に対して砲弾を発注したという話などもありますから、案外この話も本当かもしれません。これも4500億円分の対空ミサイルとなればかなりの数ですから、かなりの長期戦を意識しての発注だと考えられます。本当であればの話ですが、このように続々と NATO 各国からウクライナに対する兵器供与、しかも最新のものも結構あるという状況の中で、ロシア側の戦力増強がどのように図られているかについてもご紹介しましょう。こちらの映像はロシアの軍需工場を視察するロシアの下院議員の姿です。ロシア軍南部管区の副司令を務めたこともあるグリリョフ下院議員は、3年以内に800両の T62 戦車が工場で整備、そしてアップグレードを行われ、戦場に投入する予定であると明かしました。T62 戦車というのは1961年から1975年にかけて製造された、今から言えば60年ぐらい前の戦車です。しかし、ウクライナの戦場でロシア軍戦車が次々と撃破されており、それを穴埋めするための戦車はこのような古いものしかないというのが今のロシア軍の惨状だと言えます。
ソ連時代に大量に作られた戦車であれば、保管されたものはかなりあって、ロシア軍としては1000両、2000両といった単位で錆びた戦車を何とか再生し、戦場に投入しようとしています。ロシア軍にとっては質がどうこうといったことを考えている余裕はなく、とにかく数が必要な状態なのです。また、ここで明かされた3年といった年数についても非常に重要で、プーチン大統領は少なくとも短期決戦をもはや諦めて、非常に長い期間をかけてウクライナとの戦闘に備えようとしているわけです。ロシアは強引にウクライナの東南部4つの州の併合を宣言しました。しかしこれを認める国は、もともと長い間国際的な制裁を受けている北朝鮮やイランのような、いわゆるはぐれ者のような国しかありません。ロシアは海外に助けを求めるということが非常に困難な状況です。もちろんエネルギー資源を売って得るお金というのはあるのですが、お金だけでは戦争は戦えるものではありません。特にウクライナ全土を攻撃した時に使っているミサイルなどは、製造に必要な部品などが欧米からの輸入品に頼っていたというのが実情で、現在のところ補充生産はほとんどできないと考えられています。特に性能が高ければ高いほど、もはや自国生産できないようなものばかりで、戦争が進めば進むほど兵器の質は下がってくると考えられます。そうした一つ一つの兵器の質が下がってくるという問題を解決しようとして、ロシアが行っているのが、とにかく数を揃えることです。例えば、今回ご紹介したのは T62 という戦車が1960年代から製造されたものであり、これがソ連時代に大量に作られたので、保管もまだまだある。これらを再生すれば、まだまだ戦場でロシア軍は戦えるんだといったことを目指しているわけですが、これに対抗する形で欧米も手を打ってきています。今回ご紹介したように、ジャベリンの製造を強化したり、自走砲などがどんどんと入ってくるようになれば、ウクライナ軍の戦力はもっともっと質の段階から上がってくるわけで、数で圧倒しようとするロシア軍をある程度抑えることが可能だと考えられます。また、空の面で言っても、ロシアは自国製のドローンがどんどんと製造が難しくなっているのか、最近ロシアの使ってくるドローンはイラン製のものが非常に増えています。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアはイランに対して2000機以上のドローンを発注したと話しています。これらドローンがどれほどの脅威かといえば、基本的には嫌がらせや一般市民の殺害といった全体の戦況を動かさないようなものばかりです。しかし、一般市民が多く犠牲になるということは当然のように、その被害を何としても抑えなければならないわけですから、ウクライナが西側諸国に対して対空兵器の追加供与を求めるのは当然の流れだと言えます。そして、こうした一般市民を対象とした攻撃がさらに苛烈になるということは、欧米諸国で頻繁にニュースに上がりやすくなります。軍隊同士が戦っている場合においてはかなり世間の関心は薄れてくるわけですが、一方的に市民を狙い続けている攻撃というのは多くの人々にとってとても心をざわつかせるもので、反発心が芽生えるものです。そのため今回ご紹介したように、ウクライナに対する対空兵器の様々な供与といったものは、これまであまり軍事支援に乗り気ではなかった国も参加してくることとなります。そして軍事支援を発表するときにおいては、その他の物品についても合わせて発表するといったことが行われるために、やはりこれもウクライナにとっては様々な兵器供与を受けることができ、全体的な力を大きく底上げすることでしょう。そして大型兵器だけではなく、今回ご紹介した中ではカナダが冬用の装備50万セットをウクライナへ送るという話をしています。カナダも北の国であり、非常に寒い地域があります。冬用の防寒装備はしっかりとしたものであることは疑いようがありません。一方でロシアの方では多くの兵士たちがまともな装備品がないということが大きな問題になっています。ロシア国防省はそうした装備品が全く足りないという報道が西側諸国で流れているのを意識してか、一部の兵士たちをフル装備を行わせ、私たちの装備や最新のものが全員に行き渡っているというプロパガンダを始めました。しかし、現にウクライナの戦場においてはすでに動員兵がかなりの数死傷し、捕虜になっている人たちも出てきています。激しい戦いが行われているウクライナの南部戦線ヘルソン州では動員兵がかなり戦場に送り込まれていることが分かっているのですが、それらの人々は
もともといた古参の部隊が特戦隊となってウクライナ軍との戦いの前面に押し出されて多くの人たちがすでに亡くなっているというのです。これらなどはロシア国防省が発表しないかなり厳しい現実だと言えるでしょう。そのようなことをするのはそもそも長く生きてもらってもそれらの人たちが冬を越せるだけの装備品を用意することができないため、今のうちにベテラン兵たちのための弾よけに使い捨てるというかなり恐ろしい作戦です。このような戦い方というのもより多くのニュースとなって西側に回れば、やはりプーチン大統領が非常に危険な人物であり、ロシアの野望は打ち砕かなければならないという認識が多く広がり、ウクライナに対する軍事支援がより一層長期化してもそれを支えるだけの動機づけになるのではないかと思います。その結果としてロシアが戦場で負け続け、じわりじわりと占領地を失っていくことが今後の展開となるでしょう。なお日本は紛争当事国に対しては軍事物資の支援などが行えないという自主規制が行われています。ですからウクライナに対する支援は主に人道支援という立場から医療物資などが送られています。これは残念ながらウクライナの人たちにとってみればほとんど目につかないものであり、日本の支援に気づいている人がどれだけいるかというのは少し疑問です。であるならば今回軍事支援の一環としてカナダが行った冬用装備、このような支援であれば日本もできるはずです。例えば現在ロシアがウクライナに対する攻撃を行っています。その中には社会インフラを狙ったものがあります。これからウクライナは冬を迎え、月によっては一日中ずっと氷点下の日々が続く、そのような期間へと突入する場所もあります。ですからウクライナの人々はセントラルヒーティングなどを使えるところでは使い、またそれらが使えないところでは電気による暖房やもしくは暖炉を使うなどして冬を過ごすわけです。そうした意味で社会インフラが破壊されて暖房が取れない地域が発生するのであれば、多くの人々が寒さに凍えることとなります。そのような人たちに向けて、例えばアウトドア仕様の非常に寒い地域でもぐっすりと眠れるような寝袋を大量に送るといったのも一つの案でしょう。それは何もウクライナの人々のためだけではなく、ウクライナ軍の兵士たちが使ったとしても別にそれは悪いことではないでしょう。例えば守備陣地が塹壕戦を行っている場合であれば、ウクライナ軍の兵士たちは住居とは呼べないような穴蔵で寝泊まりしていることがあります。日本にはモンベルであったりスノーピークのようなアウトドアメーカーがあって、その中には当然のように雪山の中で一夜を明かす登山者向けの装備などを作っているところなどもあります。ですから塹壕のような非常に厳しい自然環境の中でもぐっすりと眠れるような寝具を作って送るというのも日本なりにできる支援だと思います。軍事物資が送れないのであれば、それ以外で何か日本の知恵や日本の技術を活かせる分野を探し、ウクライナを支援するのは非常に大事なことだと思います。特に装備品がまるで整っていないロシア軍はこの冬非常に厳しい状態になるでしょうから、それに対比する形でウクライナ軍が冬の間も順調に活動できるというのは戦況においても非常に大きな影響をもたらすはずだからです。岸田総理は国内政治のことで忙しいかもしれませんが、日本がどれだけ支援するかというのはこれからの国際情勢にも影響を与えることはしっかりと考えてほしいものです。というわけで今回はロシアはウクライナの東南部4つの州の併合を宣言し、クリミア大橋の爆発炎上の報復としてウクライナ全土に対するミサイル攻撃を行いました。しかし欧米諸国からの強烈な反発を受け、国連では非難決議を浴び、そしてウクライナに対する兵器供与を加速させる結果を招いています。これらの動きはロシアがやりたい放題やればそれに対する報いとしてより一層反発する動きが政治的にも軍事的にも欧米を中心にして広がっていることを意味しています。ロシアはかつての超大国ではありません。ですから NATO 各国が束になって支援するウクライナには決して勝てることはないでしょう。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと、この動画を見た感想をぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。